会長、話がある。ツバメ、最初に直訴しに来るのはあなただと思っていたわ。どうぞ聞きましょう。貴様が最近始めた一連の活動、あれはどういうことだ？具体的にどの活動のことかしら。あの新入生とのくだらんおしゃべり配信から始まって、苦手な料理に挑戦して恥をかいたり、対戦ゲームに挑戦して涙を見せたり、果てには水着写真を雑誌に載せるだと。けしからー！ツバメはそう言うと思ったわ。そんなあなたに聞くけれど、私のファンは怒って雑誌を見てはくれないかしら。いや、買うし、インタビューも熟読するがな。私の大ファンがそう言うなら一安心ね。誰が貴様のファンか！言ったはずだ！私と貴様は宿命のライバルなのだと。今年こそ必ず貴様の背に追いついてみせると。だというのに最近の貴様は一体何を考えている？もちろん新しい獣王セナのあり方を。あえて苦手なものに挑戦し、ファンに無様な姿を晒すなど、以前の獣王セナなら決してしなかったはずだ。それはその通りね。私が目指す獣王セナは全校生徒の模範であり、道を照らすしるべであり、高潔なる生徒会長にして完全無欠のアイドルなのだ。獣王セナ、私を失望させるなよ。はあ、重いわね。ファンの代表としての言葉であり、全校生徒の代表としての言葉、そう受け止めるわ。ファンではないと言っているだろう。あなたたちの気持ちはよくわかった。ちゃんと私に伝わったわ。けれど悪いわね。今の方針を変えるつもりはない。なぜだ！やはりあのプロデューサーによからぬことを吹き込まれているのか。よからぬことって、ツバメ、あなた会ったことも話したこともないのに、私のプロデューサーを嫌いすぎではないかしら。私は認めんぞ、あのようなもの。中央セナにはふさわしくない。もしかして嫉妬してくれているの？バカなことを！勘違いしないでちょうだい。私は私の意志で進んでいるわ。新たな目標に向かって。目標だと？なんだそれは。獣王セナのファンたち、そして私の背を追う全ての生徒たち。私はみんなを導くアイドルとして彼女たちに対して責任を果たさなくてはならないの。そのためなら何だってするつもりよ。今まで築き上げてきた獣王セナのイメージを壊すことだって。何をしようというのだ。いくらでも怒ってくれていい。幻滅してもファンをやめてもいい。だけどどうか最後まで見届けて。私が頂点へと挑む姿を初めてあなたたちの前で言葉にして誓う。トップアイドルになるわ。私がかつて夢見た理想のアイドルになってみせる。これでもう逃げられないわね。全てが終わったら私を慕う全てのファンに伝えたい言葉があるの。おい、妙なことを考えているんじゃあるまいな。そんな顔をしないで。あなたが想像したようなことじゃないわ。怒りながら幻滅しながら楽しみにしていてちょうだい。新しい獣王セナの挑戦を。というわけで私トップアイドルになるわ。アイドルの意図を察するのもプロデューサーの仕事よ。違うかしら先輩。
やってきっちり言い当ててくるところが嫌いよ。ええ、一番のファンに決意表明をしてきたわ。もう逃げられない。さあプロデューサー、今こそ獣王セナが学園の外へと羽ばたいてさらなる頂点へと挑む時よ。早急に場を用意なさい。急いでちょうだい、私が弱気になる前に。悪心もするわ。ここ数ヶ月新たな挑戦を幾度もしてきた従来の獣王セナを壊しながら、ファンたちの賛否両論を浴びながら、新しい私の姿を、時に無様な姿をみんなに見せ続けてきた。それでも私のステータスは去年から何も変わっていない。私の目に私の成長は映らないの。成長と呼べるのかしら。それ無謀になっただけのような気がするわ。ええ、完全無欠のアイドル、そう呼ばれていたわ。それを晒せと言ったのはあなたでしょ。はあ、やれやれ。私を慕うファンたちに完璧とは程遠い姿ばかり見せてしまったわ。ええ、もちろんよ。ファンの声に耳を澄ますのは当然の務めだもの。ステージで歌い踊る私に憧れている子たちがいる一方で、ステージを降りて無様を晒す私にこう声をかけてくれる子たちがいるの。頑張ってくださいと、可愛いですと、そんな言葉をもらったのは何年ぶりかしら。なんだかタイムスリップしたような気分よ。初めてステージに立ったあの頃に。からかうのはやめなさい。それが私の成長だと言いたいの？私のステータスは去年から何も変わっていないというのに。幼い頃の私は歌も踊りも下手で、レッスンのたびに泣いてばかり。アイドルの才能なんてあるわけないと嘆いていて、だけど今の私よりもずっとアイドルだったのかもしれないわね。プロデューサー、私は学園で一番のアイドルであって世界一のアイドルじゃない。上には上がいて、その上にもまたさらに上がいて、これから私が挑むのはその頂点。そう、トップアイドルと呼ばれてもおかしくない方々ばかりよ。堂々と挑んで勝ちに行くわ。獣王セナを応援してくれるファンと共に。それはきっと幼い私がかつて歩いていた楽しく苦しい幸せな道だから。そうそうたる顔ぶれね。全員格上じゃない。ええ、違わないわ。覚えている？初めて会った日に私が言ったことを。私はこう思うのよ。アイドル一人一人の中にある理想像、千差万別なる夢の形、それこそがトップアイドルなのだと。
あの時あなたはこう聞いたわね。獣王セナにとってのトップアイドルとは何なのかって教えてあげるわ。プロデューサー、私にとってトップアイドルとは夢見るアイドルたちの道しるべ、アイドルが憧れるにふさわしい最上位のアイドル、夢の場所で光り輝く一番星のことよ。私はプリマステラを学園一のアイドルではなくトップアイドルを表す称号にしたいの。学園の生徒たちはみんな私をプリマステラを目指すからずっと思っていたの。目標が志が低すぎるって、小さな箱庭の頂点なんかで満足してほしくはないから。だけど私なんかの背を追うのはやめなさいって目を輝かせて慕ってくれる子たちにそんなこと言えないじゃない。だから私にできるのは二つに一つ。跡形もなく消え去るか、誰よりも強く輝くか。ええ、そうよ。どちらに転ぶにせよあなたを巻き込んでしまうわね。なぜか全く申し訳ないとは思わないのだけれど、先輩、私の一世一代の賭けに付き合ってくれるかしら。そう、本当に勉強になる。では見ていて、獣王セナがみんなを導く星になれるか否か、成長限界に達してなお先に進む覚悟があるのか。今日今ここで頂点に挑んで示してみせる。アイドルの才能がなくてもステータスで踊っていてもただ一人の格下でも世界中に思い知らせてあげるわ。この私こそがトップアイドルだと。このライブが終わったら伝えようと決めていた言葉があるわ。初星学園に通う全校生徒へ、この私を一番星を目指しなさい。アイドルの頂点は、あなたたちの夢はここにある。つい調子に乗って大見えを切ってしまったわ。そうだけど違うのよ。あんな偉そうな言い方をするつもりじゃなかったの。我ながら最高のライブができたものだから。テンションが上がってしまって。あのお方もあのお方もあのお方も私大ファンなのに。このライブが終わったら伝説のアイドルの皆様に直接サインをいただこうとすら思っていたのに。宣戦布告した直後に敵国へ遊びに行くようなものじゃない。はあ、絶対に嫌われたわ。もうおしまいよ。プロデューサー、何を笑っているのかしら。トップアイドルになれたと思う。手応えはあったの。私のライブが一番だったと。まるで会場すべてと一体になったような初めての体験だった。まあ別に点数が出るようなイベントではなかったし、あくまで今日はエキシビジョンマッチのようなもの。会場は慣れ親しんだホームグラウンド。メインの客層は学園生徒。私のファンで埋め尽くされた
的に私有利のステージ、最高のライブができた理由さえはっきり言語化できなくて、ただそれでもトップアイドルといえば誰もが顔を思い浮かべるような憧れの方々を相手にして、私は誰にも負けなかった。最上位のアイドルにふさわしい姿を見せられた。非才を嘆き引退を決意していたこの私がよ、ほんと笑ってしまうわね。こんなことってある？プロデューサーありがとう。全部あなたのおかげ。アイドルが成果を出した時はそういう風に言えばいいのね。勉強になる。やっと言えた。これまでずっと言えなかった言葉。志を高く持ちなさいって。学園でしか頂点になれない私なんか目指してはダメって。だいぶ違う形になってしまったけれど、ようやく責任を果たせたわ。あら？どうして？そうね。もちろんよ。私は初星学園の頂点にして一番星のトップアイドル、獣王セナなの。